もし私がですよ、何か最悪な出来事があって、ひどく落ち込んだ日に、あなたが絶対にやってはいけないのは、ぐっすり眠ることだ、と言ったら信じますか？いや、普通は、嫌なことは寝て忘れようなんてよく言いますからね。ちょっと信じがたいですよね。そうなんですよ。普通そう思いますよね。でも実はそれこそが、脳科学的に最も危険な行動かもしれないんです。ええ。直感に反するかもしれないんですけど、私たちの脳が持っている本来のシステムを理解すると、その理由がはっきりと見えてくるんですよ。なるほど。いや、現代社会だとどうしても忙しくて、睡眠ってなんか活動の一時停止ボタンというか、単なるバッテリー充電の時間みたいに捉えられがちじゃないですか。そうですね。睡眠時間を削ってでも頑張るのが美徳みたいなところもまだありますからね。ええ、試験前とか大事なプレゼンの前夜に徹夜で情報を詰め込んだり、忙しさのあまり寝る時間を削ってしまっている、そんなリスナーの方も多いと思うんです。はい、きっと多いと思いますよ。ですから今回の徹底解説では、睡眠と記憶の驚くべき関係というテーマを深く掘り下げていきたいと思います。ネイチャーコミュニケーションズ誌とかサイエンス誌の最新の脳科学論文だったり、膨大な睡眠データのメタアナリシス、さらにはオードリー・タン氏のようなトップパフォーマーの習慣とか、多岐にわたる資料の山を紐解いていきますよ。はい。今回の資料全体から見えてくるのはですね、睡眠っていうのは決して一時停止ボタンなんかじゃなくて、私たちの想像を絶するほど、なんというかアクティブでダイナミックなプロセスなんだっていう事実なんですよね。アクティブなプロセスですか。つまり脳が記憶を定着させて不要なものを消去して、さらには明日の自分が新しいことを学ぶための未来の準備まで行っていると。まさにその通りです。この睡眠の真の姿を知れば、皆さんの夜の過ごし方とか、明日からのパフォーマンスが劇的に変わるはずです。さて、ここから紐解いていきましょう。まずはですね、ちょっと興味深い具体的な習慣の話から始めたいんですが。ええ、台湾の元デジタル担当政務委員、オードリー・タン氏のルールですね。はい、そうなんです。彼女、どれだけ激務であっても、毎日必ず夜の11時に就寝して、朝の7時に起床するっていう8時間睡眠を死守しているそうなんですよ。忙しさでそれを貫くって驚異的ですよね。本当にすごい徹底ぶりですよね。しかも彼女は睡眠のことを単なる休息じゃなくて、目覚めるたびに脳にスペースを生み出して新しい情報を取り込むためのものって表現しているんです。脳にスペースを生み出すですか。なんかかっこいい表現ですけど。ここで非常に興味深いのはですね、この表現が単なる比喩じゃなくて脳科学的に極めて正確だっていうことなんです。アイラデジタルの資料なんかでも解説されているんですが、私たちが起きている間って何かを見たり学んだりするたびに脳の神経細胞のつなぎ目、シナプスですね。これが新しく結びついて活発に信号をやり取りするんですよ。つまり起きている間中脳のネットワークがどんどん複雑にごちゃごちゃに絡みなっていくような状態ですか？ええ、まさにそんな感じです。でもその加熱した状態がずっと続いたらエネルギーを消費しすぎて脳がパンクしちゃいますよね。そこで睡眠の出番なんです。なるほど、そこでリセットする。はい。シナプス恒常性仮説、別名ダウンスケーリングと呼ばれるメカニズムがあるんですけど、脳は眠りにつくと、日中に加熱したシナプスの活動全体を一旦グッとトーンダウンさせるんです。全体のボリュームを絞るようなイメージですかね。全体のボリュームを下げると、日中のちょっとした雑音みたいな弱い結びつきは消えてなくなりますよね。一方で、何度も反復して強く結びついた重要な記憶のネットワークだけは、全体のボリュームが下がってもなお相対的に太くせただって残るんです。なるほど。これって例えるなら、散らかったパソコンのデスクトップから不要なファイルを削除して、重要なファイルだけを太字にして整理するデフラグとか最適化みたいなものですね。はい、まさにそのデフラグ作業です。不要な接続が切れるから、彼女の言う通り脳にスペースが空くわけです。このに加えて、リプレイ仮説といって、睡眠中に日中と同じ脳内回路が活性化して、いわば自動で復習をしてくれる機能もあるんですよ。自動で復習まで、すごいですね。でもここでちょっと意地悪な質問をしていいですか？はい、なんでしょう。私も学生時代によくやったんですけど、全く知識がない状態でテスト前日を迎えたら、寝てボリュームを調整してスペースを空けるよりも、徹夜で無理やり情報を頭に詰め込んだ方が、とりあえずその場は乗り切れる気がするんです。実際どうなんですか？一夜漬けですね。
日経新聞の記事とか早稲田大学のデータなんかを見ても、結論から言うと、歴史の年号みたいな言葉で表せる陳述記憶に限って言えば、一夜漬けで一時的に脳のキャッシュメモリーに放り込むことは可能です。やっぱり、じゃあ徹夜も意味あるじゃないですか。ただ、翌日のテストを赤点ギリギリで乗り切るためだけならの話です。睡眠不足の脳ってひどい疲労感と混乱状態にあるんですよ。いざテストの回答用紙を前にしても集中力が著しく低下しているので、ケアレスミスを連発しちゃうんです。頭がぼーっとしてミスるあれですね。ええ、さらに重要なのは、スポーツの技術とか楽器の演奏みたいな、いわゆる手続き記憶って呼ばれるものです。体で覚えるようなスキルですね。はい。この手続き記憶は、徹夜で何度練習しても絶対に定着しません。練習したその日の夜に十分な睡眠をとって初めて、物理的に脳の回路として固定されるんですよ。じゃあ徹夜でバッティングセンターで打ち込んでも寝ないとフォームは身につかないんですね。怖いな。じゃあそのデータの整理とか固定っていう作業は寝ている間にどうやって行われているんですか？実はですね、脳のデータ整理って完璧なシフト制で行われているんです。江南大学の資料をもとに解説すると、人間の睡眠は約90分のサイクルになっていて、ノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返します。理想的な 7.5 時間の睡眠だと、これが5回繰り返されるんですね。90分サイクルが5回。どんなシフトなんですか？まず、睡眠の前半のシフトに多く現れるのが深いノンレム睡眠です。この時、脳内にはデルタ波っていうゆっくりした大きな波が出て、脳を深く休ませると同時に、日中の嫌な記憶なんかを消去する働きがあります。ふむふむ。前半は深い眠りで脳を休ませつつ消去作業をすると。そうです。そして睡眠の後半に入ってくると、浅いノンレム睡眠が増えてきます。ここではさっきの手続き記憶を固定したり、今日覚えた新しい記憶と過去の記憶と結合させる作業が行われます。新しい記憶と過去の記憶を結合させる？で、今日会った人の顔を昔からの知り合いの顔と結びつけて覚えやすくするみたいな作業ですね。そして朝方に近づくにつれて増えるのがレム睡眠です。レム睡眠聞いたことあります。レム睡眠中は体は麻痺して休んでいますが、脳はシータ波を出して猛烈に活動しています。ここで定着した記憶にインデックス、つまりインデックスをつけて整理整頓しているんです。ちょっと待ってください。ここが本当に面白いところなんですけど、私たちが夢を見るのって、その脳が活発なレム睡眠中ですよね。ええ、一般的にはそう言われていますね。じゃあ今日学習したことの夢を見るのはレム睡眠中が良いってことですか？学習内容をインデックス化してるわけですから。いや、それがですね、ケアネットが紹介している最新のメタアナリシス研究、これ16の試験を解析したものなんですが、非常に驚きのデータが出ているんです。ほう。どんなデータですか？確かに学習課題に関連する夢を見ることが記憶の向上につながるのは事実なんですが、実はレム睡眠中の夢よりもノンレム睡眠中の夢の方が記憶と有意義な強い関連があったんです。へえ、ノンレム睡眠って脳が深く休んでる状態じゃないんですか？そこで見る夢の方が記憶に引くってことですか？そうなんですよ。これは重要な疑問を投げかけています。つまり、ノンレム睡眠中の脳の活動こそが記憶の定着に深く関わっているっていう決定的な証拠なんですよね。休んでるだけじゃないんです。いやー、完璧なシフト性、奥が深すぎますね。さて、ここまでは記憶を定着させるっていう話をしてきましたが、最初のオープニングの話に戻りましょう。嫌なことがあった日は寝てはいけないっていう件です。ええ。記憶を消去、つまりデータ整理におけるゴミ箱機能の話ですね。これについて、名古屋大学の2019年のサイエンス誌の論文がありましたよね。はい。実は脳の視床下部という場所に MCH 神経、メラニン重縮ホルモン産生神経という特別な神経細胞があるんです。
これがレム睡眠中にだけ活動して、記憶の司令塔である海馬の神経活動を抑制して、記憶を積極的に消去していることが分かったんです。つまり MCH 神経は脳内の優秀な清掃員なんですね。私たちが夜中に奇想天外な夢を見ても、朝起きるとすぐに忘れちゃうのは？まさに、この MCH 神経がせっせと記憶を消去してくれているおかげなんです。なるほど。そこでリスナーの皆さんにもお聞きしたいんですが、嫌なことがあった日にさっさと寝て忘れようとしたのに全然眠れなかった経験ってありませんか？ありますよね。布団の中でモヤモヤしちゃうこと。はい。でも、もし MCH 神経が優秀な清掃員なら、さっさと寝て消去してもらえばいいじゃないですか。なんで眠れなくなるんですか？そこが人体の不思議なところなんです。日経新聞の資料で、被験者に交通事故のショッキングなビデオを見せる実験が紹介されているんですが、交通事故のビデオですか。嫌な実験ですね。その後、ぐっすり眠ったグループと徹夜させたグループで翌日の状態を比較したんです。すると驚くべきことに、徹夜をしたグループの方が、翌日の恐怖感やストレス反応が明らかに少なかったんですよ。じやっそうに思いますけど。ですよね。でも実は、強い記憶の記憶って、睡眠をとることで逆にしっかりと定着してしまうんです。だから、トラウマになるような出来事の後は、脳が防衛本能を働かせて、わざと眠らせないようにするんです。忘れるためにあえて眠らせないというわけです。忘れるためにあえて眠らせない。じゃあ嫌なことがあって眠れない夜は、私の脳がトラウマを定着させないために必死に守ってくれている時間だったんですね。そういうことです。睡眠がどれだけアクティブに過去の記憶を整理しているかよくわかりますよね。でも、お話はこれだけじゃないんです。まだあるんですか？これまでの話は過去の記憶の整理や消去についてでしたが、今回最大の驚きというかアハ体験になるんですが、睡眠は未来の準備までしているんです。未来の準備？どういうことですか？ある睡眠クリニックのメタアナリシス研究によると、学習した後に睡眠不足になるよりも、学習する前に睡眠不足である方が、記憶に中等度の悪影響、効果量でいうと 0.621 ものの悪影響を及ぼすことが分かっています。つまり、勉強した後に徹夜するより、寝不足の状態で勉強を始める方が、脳にとってははるかにダメージが大きいってことですか？その通りです。これをより大きな視点で捉えると、非常に面白いことが見えてきます。富山大学や北海道大学などの2025年の最新研究、ネイチャーコミュニケーションズの論文なんですが、はい。つい最近の研究ですね。自由に行動しているマウスを観察したところ、睡眠中にはすでに少し先の未来の記憶を担うためのエングラム予備細胞が準備されていることが明らかになったんです。エングラム細胞？はい、記憶の物理的な痕跡となる細胞のことです。しかも驚くべきことに、この未来のための予備細胞は、直前の記憶を処理するリプレイ活動と全く同時に出現していたんです。つまりこれってどういう意味なんでしょうか？脳は昨日の領収書をせっせと整理しているだけじゃなくて、明日の会議のための新しいファイルと白紙のノートまで、私たちが寝ている間に机の上にきれいにセットしてくれているってことですか？まさにその表現がぴったりです。睡眠中、脳は次に学習する内容を受け入れるための新しいキャンバスを用意しているんです。さらに、筑波大学と東京大学の2020年のニューロン誌の研究もこれを裏付けています。どんな研究ですか？オートの脳の海馬でも新しい神経細胞ニューロンが生まれ続けているんですが、生まれて1ヶ月くらいの特定の成長段階にある新生ニューロンが、なんとレム睡眠中にシナプスの可塑性を発揮して記憶の定着に必須の働きをしていることが分かったんです。大人の脳でも細胞が新しく生まれて、それが睡眠中に明日のために配備されていると。睡眠って脳の再生能力を最大に引き出す時間だったんですね。本当にダイナミックな時間なんですよ。でも、これだけ素晴らしい脳のシステム、私たちはどうやって守ればいいんでしょうか？ここからは実践的なアプローチのお話を聞きたいんですが。はい。ブレインスイートのデータによると、記憶の司令塔である海馬は、個人差はありますが30代からすでに萎縮が始まるんです。30代からですか？他人事じゃないですね。しかも睡眠不足やストレスがその萎縮を加速させてしまいます。逆に、睡眠時間の長い子供は海馬の体積が大きいことも分かっています。では、私たちリスナーはどうすればいいのでしょうか？今日からできる実践的なアドバイスをお願いします。まず、基本中の基本として、6時間から 7.5 時間、できれば8時間のまとまった睡眠時間を確保することです。これによって、90分のサイクルを最後まで完走させられます。はい、まずは時間ですね。
そして質を担保するためにスマートウォッチを活用するのもおすすめです。睡眠中の心拍変動や皮膚温の低下をトラッキングして、自律神経が本当に回復しているか、休息モードに切り替わっているかを確認してみてください。なるほど。Apple Watch とかで測れるやつですね。そうです。そして、就寝前の3時間から4時間は、自律神経の切り替えを邪魔するカフェインやアルコールを避けること。お酒で寝落ちしても脳は休まっていませんから。耳が痛いですね。あと、勉強のタイミングはどうですか？寝る前の30分から1時間を暗記タイムにするのが非常に効果的です。睡眠中の整理効果、リプレイを最大限に狙います。最後に入れた情報ほど整理されやすいわけですね。あと、冒頭のオードリー・タン氏の習慣も参考になりそうですか？はい、大いになります。彼女のように、就寝前と起床後に自分のためだけの時間を確保して、仕事のプレッシャーや感情を完全にリセットするんです。そうやって脳のスペースを作ってからベッドに入るのが理想ですね。いやー、素晴らしいですね。さて、今回の徹底解説はいかがだったでしょうか？睡眠とは単なる時間の浪費や休息なんかじゃありませんでしたね。ええ、全く違いましたね。今日の情報を定着させて不要なトラウマを消去して、さらには明日のあなたが新しいことを学ぶための新しいキャンバス、細胞まで用意してくれる極めてアクティブで不可欠なプロセスであることが分かりました。睡眠を削ることは、明日の自分の可能性のスペースを削り取っているのと同じなんですよね。最後に一つ、リスナーのあなたに考えてみてほしいことがあります。今日ご紹介した研究で、脳は今日の記憶を整理しながら同時に明日のための新しい予備細胞を準備していることが分かりましたよね。はい、白紙のノートですね。ということは、あなたが眠りにつく直前、ベッドの中で最後に考えているその思考やその感情が物理的に明日のあなたの脳の形、つまり明日どんな人間になるかの初期設定そのものを作り出しているとしたらどうでしょうか？それは非常に奥深い、そして科学的にも確信をついた視点ですね。して眠りにつきますか？最高の明日をデザインするために、どうか今夜は穏やかで素晴らしい眠りを楽しんでください。今回の徹底解説を最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次回の探求でお会いしましょう。